こんにちは、ゆりこです。今日はあいにくの雨の日の鎌倉はつまらないのか、そんな皆さんの疑問を解消するべく、今日は皆さんに雨の日だからこそ味わえる鎌倉の魅力をお伝えしたいと思います。まずは江ノ電で鎌倉駅に向かいます。江ノ電の一番後ろの席はなぜかいつも座れることが多くラッキーです。雨の日は靴が濡れてしまうので家を出るのが少し億劫。でも一度家を出てしまえば大冒険の始まりです。お気に入りの傘を持って散策するのも醍醐味の一つ。窓にあるいくつもの水滴のフィルターがいつもとは違う景色を見せてくれます。どんよりした空模様も新緑の美しさを引き立てているようにすら思えてきます。そういえば子供の頃、よく曇りガラスに絵を描いたことを思い出しました。そうこうしているうちに駅に着きました。鎌倉駅は整列乗車を行っているので、仮にもう一度電車に乗りたい場合も一度降りてから整列して乗車する必要があります。まだまだ英語でのアナウンスが少ないので、時折海外の方を混乱させてしまうかもしれませんね。最近見た記事によると、江ノ電は全車両手洗いしているだとか、いつ見ても窓がピカピカなのは本当にすごいですよね。そして今後ろに見えているかわかりませんが、江ノ電の行き先の表示板は季節によってマークが変わるのもなんかかわいい。今日は修学旅行なので来ている学生が多い印象。雨の日でも賑やかな雰囲気の鎌倉が好きです。これからバスに乗って移動するため、一旦東口に向かいます。スイカがあれば西口から東口への移動は簡単です。基本的にはタダで通過することができます。でも長期滞在すると入場料がかかってしまうので注意してください。再びスイカでタッチしていきます。雨のためか駅前には人がたくさん。数日後に鎌倉市議会の選挙があるため、遠くの方で選挙カーの声が聞こえます。さて、今日訪れるエリアは普段はあまり行かないエリア。どのバスに乗るべきか調べていきます。どうやら4番というバス乗り場に向かう必要があるようです。日本のバスの仕組みはもしかしたら少し分かりにくいかもしれません。たくさんの行き先のバスがあるので乗り間違いには注意してくださいね。
市議会選挙の演説がとても熱心だったので、実は初めて調べてみたのですが、日本の市議会議員の年収は全国平均で約750万円と言われています。世の中にはまだまだ自分が知らないだけでたくさんの職業があるようです。バスに乗車しました。一番好きな角の席をゲット。この席は見晴らし抜群です。窓に浮かぶたくさんの水滴がかわいい。そして気づいたらバスはほぼ満席。金沢八景行き、鎌倉霊園正門前立洗行き、ハイランド循環、このいずれかのバスに乗車すれば今日の目的地に着くことができます。普段雨の日の動画を撮ることが少ないので、今日は少しワクワクしています。目的地に到着するまでの移動時間も本当に楽しい。子供の頃は雨で靴が濡れるのが嫌いだったけど、こうやって大人になると不思議と雨も悪くないと思える。約12分間の移動時間、220円の料金も悪くない。もちろん歩いていくこともできます。鎌倉駅から約30分くらい。でも今日は雨、バスで行くの一択しかありません。数週間前まで桜が満開だった段葛は気づいたらツツジの美しい景色に変わっていました。今日向かう二階堂と呼ばれるこのエリアは新緑が美しく寺社仏閣が点在し、自然を感じることができます。他のエリアに比べると山や坂道が多いため、絶対にバスが停車するまでは立ち上がってはいけません。通常電車では駅に到着する前に離席する人も多いけど、バスの場合は揺れたりして危ないので、基本的にはバスが停車してから離席するのが望ましい。浄明寺と呼ばれるバス停に到着しました。外国人観光客のグループと修学旅行生のグループも降車していきます。でも私はみんなが進む方とは別の方に向かいます。今日は竹寺で有名な報国寺ではなく、浄明寺と呼ばれるお寺に向かいます。まさに知る人ぞ知るといったスポットで、鎌倉ビギナーの人はあまり行かない場所かもしれません。この浄明寺は鎌倉五山の第5位のお寺と言われています。そもそも鎌倉五山とは、鎌倉市にある臨済宗と呼ばれる仏教の5つの寺院を指します。建長寺、円覚寺、寿福寺、上智寺、そして浄明寺です。
室町幕府三代将軍足利義満によって定められた臨済宗の寺院の中で格式の高い五大寺院のことを言うのだとか。入場料100円を払って中に入っていきましょう。美しい庭園ですね。調べたところ、浄明寺は初めは真言宗のお寺だったそうです。そしてお寺の名前は極楽寺という名前だったそう。しかし住職が変わったため臨済宗のお寺になったそう。目の前に見える本堂は本当にどっしりとした佇まい。何度も火災に遭ってしまったため、建物自体は江戸時代中期に建設されたもの。仏壇周辺には室町時代の材料が使われているとか。さて、本堂でお祈りをしたらお目当ての場所へ向かいます。と、その前に本堂裏に美しい庭園があるので少し見ます。初めて見た白い藤の花、そして遅咲きの八重桜。雨に打たれる様子も美しいです。さて、お庭を見たのでお待ちかねのお茶室に向かいたいと思います。喜泉庵と呼ばれる茶室ですが、1573年に建立された茶室喜泉庵を1991年に復興したものだそうです。軒下に咲いているのはボタン。とても美しい。青もみじ、満開のボタン、そして茶室、コントラストが本当に美しい。これは鎖戸井です。雨水を効率的に排出するだけでなく、水の流れを美しく楽しめます。日本の伝統的な建物にある小さな工夫が大好き。メニューは2種類あります。どちらも抹茶とお菓子のセット。今日は奮発して1100円の方にします。靴を脱いで上がっていきます。お客さんは私一人。靴はどこでも好きなところに置けます。店内の様子です。どこでも好きな場所に座っていいと言っていただけたので、お庭に一番近い席に。お庭は枯山水の様式の庭園になっています。鎌倉時代や室町時代に好まれたシンプルで素朴だけど調和の取れた美しい内装。こんなに大きな茶室で当時の人々は一体どんな茶会を開催したんだろう。ふとそんなことを考えずにはいられません。お茶菓子とお抹茶を持ってきていただきました。器は桜、お庭の遅咲きの八重桜をイメージしたとのこと。そしてこちらはツツジの花をイメージした生菓子。雨の音に耳を傾けつつ、目の前には眩しいほどに広がる新緑。生菓子もいただいていきます。
中には粒あんがたっぷりと入っています。こういったスイーツは普段食べないのでとても新鮮。日本の美しい文化がこれからも残り続けることができますように。そんなことを考えながら静かな庭を眺める。家の窓から雨が降っているのを見たとき、外に出るのが億劫だった。でも雨の日だからこそ味わえたこの美しい瞬間。鎌倉で過ごす雨の日の完璧なプランを新たに見つけてしまったかもしれません。さて、これは水金窟と呼ばれる装飾。水が滴り落ちる音が反響して音が聞こえるんだとか。決して必要不可欠ではないけど、人々の五感を満たすためのさまざまな工夫。まるで額縁のような窓、美しい諸作品、枯山水の庭と雨の完璧すぎる相性。ただ雨が地面に落ちるだけなのに、こんなに美しく思えるのはなぜだろう。何時間でもこの場所にいたかったけど、次の場所に向かいます。後ろ髪を引かれるように何度も振り返ってしまいました。ここはそれくらい最高な場所でした。さあ、浄明寺を出て次に向かうのは私のお気に入りのカフェ。このエリアの唯一の問題点はあまり飲食店がないこと。でも唯一ある大好きなカフェ。今日はそこに向かう。雨の道を歩くのは悪い気分ではない。お気に入りの傘を片手に目的地まで10分ほどの散歩を楽しむ。しばらく歩いていくと潜水橋と呼ばれる大きな交差点に来た。この信号を渡って奥の方に入っていく。信号が青になったので渡っていく。日本語は時々おかしい。青もみじに青信号。実は平安時代には色を表す言葉に緑が存在しなかったらしい。みずみずしいもの、若々しいものはすべて青と呼んでいたそうだ。確かに青もみじや青りんごと聞くととってもみずみずしくて若々しい印象がある。さて、奥の小道に入っていくとお店はもうすぐそこ。これまで2回来たことがあるが、お店の外も中も本当に素敵な雰囲気。モダンなデザインだけど自然と調和するような雰囲気は伝統的な日本の建築に共通するものを感じる。そしてなんとカフェは一旦閉店してしまったとのこと。でもテイクアウトだけはできるとのことなので、どら焼きとコーヒーをお願いすることにしました。しかも特別に今回は中に入れていただけることに。このお店の何が好きかというと、ご実家が米農家をやられている
オーナーさんは調味料などにも一つ一つこだわってすべて一から作っていること。だからこのお店がもうカフェをやっていないと聞いて少しショック。でもどうやらもっと鎌倉駅の方にお店を構える予定だとか。このカフェの雰囲気は本当に好きだった。窓に広がる竹林の景色は理想の田舎暮らしそのもの。初めてこのカフェに来た時、あまりのリラックスできる空間と時間に本当に感動したのを覚えています。入れていただいたのはブラジルのコーヒー。中深入りでとてもすっきりとした味わい。器もいろんな種類から鎌倉で作品を作られている方の器を選んでくれました。どら焼きとサービスでいただいたアイス。どれも手作りで、甘さも白いお砂糖ではなく米麹で作った甘さなんだとか。正直手作りは高いし手間もかかるはず。でもそこにこだわっているからこそこのカフェがたくさんの人から愛されているのだと思います。どの料理も驚くような味わい。そして甘ければ甘いほど美味しいというスイーツの概念を壊してくれる気がします。このどら焼きは実は小麦粉ではなく米粉で作られているんだとか。中のあんこは大豆で作られているそう。発酵バターももちろんお手製。こんな美味しいものを一から手作りできるんだとただただ感動。窓から見える竹林の景色はまるで鎌倉よりもっともっと遠い田舎に来たような気にさせる。心と体をリフレッシュさせるには最高の場所。帰り道、今までプライベートツアーで困っていた雨の日の鎌倉の過ごし方をようやく見つけることができて嬉しい気持ちいっぱいだった。せっかく鎌倉に来てもらうからには特別な体験をしてもらいたい。なんだか不思議と次の雨の日のツアーが楽しみに思えてきた。皆さん今日も最後まで動画を見てくれてありがとう。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。